こんにちは、こんばんは。バリ島のビジネスマンです。今回の動画はホテルを確実に安く予約できる方法について説明します。この方法を使えば誰でも実質無料で最大 21% もお得に予約できます。例えばバリ島のブルガリリゾートバリを11月1日大人2人で1泊を通常の方法でアゴダで検索してみると1泊20万1645円になりますが、今回ご紹介する方法を使うとアゴダで同じ日同じホテル同じ条件で検索してみるとお値段がこちら16万6649円で予約できます。これどちらも朝食付きでお部屋もすべて条件は同じなんですが3万4996円も安く約 17% もお得になっています。他にもハワイ、ホノルルのハレクラニホテルも通常の方法だと1泊10万8103円になっていますが、今回の方法を使えば 15% も安い9万1644円、1万6459円もお得に泊まれます。また国内のホテルザ・リッツ・カールトン東京もこちらにあるように普通だと1泊10万円超えますが、この方法だと 21% 割引で8万5000円と2万3460円も安い値段で予約できます。これらはあくまで1泊の値段ですので、同じホテルに2泊3泊するならさらに2倍3倍とお得になる計算です。物価が上がって飛行機の燃油サーチャージや飛行機のチケットが驚くほど高い今日この頃、少しでもホテル代を節約できるならそれに越したことはないですよね。ではその方法とは。このチャンネルではホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしています。もしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。今回なぜ同じアゴダのサイトで同じホテルと日にち、条件も全く同じでこれだけ値段の違いがあるのでしょうか？答えは物価の安い国からホテルを検索すると物価の高い国に比べてかなり安い料金表示となっているからです。この動画の最初の方で示したバリ島のブルガリリゾートバリやハワイのハレクラニホテル、日本のザ・リッツ・カールトン東京の価格の比較例は、最初の例は日本から普通に調べた値段、その後はインドネシアから調べた値段となっています。なぜ調べた場所によって価格が変わってしまうのか驚かれる方もいると思いますが、こうしたアゴダのようなホテルの検索サイトでは私たちの IP アドレスやネットの閲覧履歴といった情報などをトラッキング、つまり追跡・分析して私たちが今どこの国からこのサイトを調べているのか、物価の高い国から検索なのか、また安い国からの検索なのか、さらに同じホテルを何回も検索していると予約する可能性が高いお客として認識されて空き部屋の値段を高く調整するといったことも行っているようです。このシステムを聞いて少し不公平に感じる方も多いと思います。なぜならこういったホテルの値段は全世界共通で全て同じ値段だと思っている人が多いからです。確かに普通は自分の住んでいる国から予約サイトでホテルを調べるだけなので、他の国での同じホテルの価格なんて全く気にしてないですよね。たまたま僕は今インドネシアのバリ島に住んでいて、最近バリ島のホテルに泊まる機会があったので、試しにアゴダでインドネシアからの予約と日本からの予約する場合のホテルの価格を比べて初めてこのシステムが本当なんだと気づきました。でも自分は今日本に住んでいるんだからインドネシアからなんで検索できないよという方もどうぞご安心ください。この動画の最初で言ったように、この方法は誰でも実質無料でできる再現性のある方法です。ではその検索手順について説明します。手順はたったの2つ。その1、まず VPN バーチャルプライベートネットワークを使って IP アドレスを物価の安い国に設定する。手順その2、ブラウザーのシークレットウィンドウやプライベートウィンドウでホテル検索サイトを開く。たったこの2つだけです。まず最初の手順である VPN の設定から説明します。先ほど説明したように
ホテルの検索サイトはあなたが今いる位置を IP アドレスやクッキー、ネット履歴などの情報を分析して特定し、表示する価格を決めています。なので、自分が今いる位置を日本ではなく物価の安い国に変更する必要があります。それは VPN、バーチャルプライベートネットワークを使えば、ネットワーク上で簡単に変更できます。VPN は一言で言うと、世界中にあるサーバーを使ってその国の IP アドレスからネットを安全に利用できるシステムです。海外に住まれている方の中には僕を含めてこの VPN をすでに使っている方が結構いると思います。なぜなら海外からだと特定の日本のサイトや動画サービスが制限されていて見れないものもあるのですが、この VPN を使って日本のサーバーからサイトを開くと海外で制限されているサイトが見れるようになるからです。日本でも VPN は官庁や金融機関などでもセキュリティ強化のために使われていたり、個人でも外でよく無料 Wi-Fi を使う方が安全のために導入している人もいるようです。でもこの VPN を使って他の国からホテルを予約するのって合法なの？と思われる方もいるかもしれませんが、日本では完全に合法で VPN を使って違法また犯罪行為をしない限りは自由に使えますのでご安心ください。またホテルの検索サイト側も VPN の使用を禁止していません。僕からしてみれば勝手にこちらの位置や閲覧履歴を調べて値段を変えてくるホテルの検索サイトの方が個人的には問題じゃないのかなっていう気はします。もしあなたが今日本に住んでいたり、アメリカのような物価の高い国に住んでいる場合、すでに VPN を導入されている方であれば、物価の安い国、インドネシアやトルコなどに設定してみてください。もしまだ VPN を導入されていない方は、VPN を申し込んでから自分の位置を物価の安い国に設定します。特に今後 VPN が必要ない方は、30日間返金無料となっている VPN の会社を選んで、その会社の VPN に申し込んで、ホテルの予約が終わったら VPN を30日以内に解約すればお金が返金されますので、実質無料でこの VPN のサービスを利用できます。もちろん僕のようにもともと物価の安い国に住んでいる方は、そのまま検索すれば安い値段で表示されますので、あえて VPN を使う必要はありません。IP アドレスが物価の安い国に設定されたら、今度は手順その2。ブラウザーのシークレットウィンドウでホテルの検索サイトを検索していきます。先ほども述べたように、ホテルの検索サイトは IP アドレスだけでなく、サイトの閲覧履歴も分析するので、これらも検索サイトに検知されないようにする必要があります。なので、いつも使っているブラウザーをそのまま使用すると、クッキーや閲覧履歴が残っているため、サイトはそういった情報からあなたがいる位置によっては高い値段を表示するかもしれません。なので、ブラウザーのクッキーや閲覧履歴などをすべて削除するか、ブラウザーのシークレットウィンドウなどを利用してサイト側に情報が流れないようにします。そうすれば、ホテルの検索サイトはあなたが選択した物価の安い国から検索していると認識して、物価の高い国から検索していた場合と比べてかなり安い宿泊代を提示してくれるでしょう。はい、ここからは実際に僕のノートパソコンを使って実際にサイトを開いていきたいと思います。調べるホテルは今画面に表示されているんですけども、バリ島の高級ホテルのブルガリリゾートバリです。日にちはとりあえず、最初に調べた日にちと違う日にち、12月1日にチェックイン、そして2日にチェックアウト、そして大人2人、1部屋で調べたいと思います。まずは日本から調べる画面を想定して VPN で日本のサーバーを選択します。はい、今これが VPN の画面になります。まだどこにも、接続されていないので、日本をまず選択します。そしてこれが緑になったら今日本につながった状態です。そうしたらですね、
今度は Google でアゴダを調べていきたいと思います。はい、アゴダの画面が出てきますので、はい、来ましたね。ここでですね、日にちをですね、12月1日にしてみましょうね。1泊2日、大人2名1部屋。ありましたね。ブルガリリゾートバリ島インドネシア。はい、選択します。はい、検索します。はい、そうすると出てきましたね。はい、ブルガリリゾートバリ。はい、値段が、22万2221円と出ました。はい、じゃあこれはこれでちょっと残しておいて、今度はですね、VPN をですね、はい、画面に戻ってですね、今日本につながって値段だったので、今度はですね、はい、インドネシアを探します。はい。じゃあインドネシアに今つながった状態です。はい、この状態で同じように先ほどのホテルを探していきたいと思います。今度はちょっとブラウザーを変えてですね、Firefox、はい、これのプライベートウィンドウ、シークレットウィンドウと同じですね、アゴダを探していきたいと思います。はい、出てきました。はい、今画面が変わりました。はい、先ほどと同じようにですね、はい、バリ島インドネシア出てきました。それでですね、日にちを合わせましょう。12月1日2日、大人2名ですね。はい、これで検索をかけます。そうするとですね、はい、インドネシアのルピアで出てきたので、ここをちょっと変えていきたいと思います。はい、値段が出てきました。12月1日2日1泊2日ですね、大人2名、はい、ブルガリリゾートバリいくらでしょうか。18万3654円となりました。さっきよりかなり安くなっているのがわかるのではないでしょうか。はい、部屋の選択を見てみましょう。プランが朝食2名分が込み Wi-Fi がついていて、25日までは前日まではキャンセル無料になっています。こちらはですね、部屋のサイズが300平米。本当かな？すごい広いですね。はい、こんなに本当に広いのがちょっと疑問ですけども、僕も泊まったことがないので合ってるのか合ってないのかちょっとわからないんですが、はい、300平米あるお部屋だそうです。部屋の写真も見てみましょう。はい、さすがは高級ホテルですね。はい。ただ300平米もないんじゃないかな。どこからどこまで売ってるのかちょっとわかんないんですけどね。はい。結構、広いかもしれないですね。これ見取り図見るとね。はい。こういったお部屋になります。これが、18万3654円。なかなかちょっと僕は泊まれない値段ですけどね。はい。検索するのはただなので、こちらのお部屋ももう一回ちょっと日本に戻してですね、もう一回ちょっとお部屋の情報を比べてみたいと思います。はい、今日本につながりましたんで、日本のサイト戻ってお部屋の選択を押してみます。はい、こちらも朝食2名分込みですね。無料 Wi-Fi。11月25日前日まではキャンセル無料となっています。条件同じっぽいですね。部屋のサイズも、はい、300平米と書いてますので、全く同じお部屋になっています。部屋の写真もちょっと見てみても、はい、さっきと何ら違いはないですね。はい。なので全く同じお部屋、条件だということがわかります。はい、それで少し差額を見ていきたいんですけども、日本で、予約した場合は22万2221円。そして、インドネシアの、IP アドレスを使って予約したら18万3654円。差額がですね、計算すると3万8567円になりました。だいたいですね、17% オフになります。結構安いですよね。元の値段がかなり高いので、あれなんですけども、海外旅行なので、1泊だけする方っていうのは、もしかしたら少ないかもしれませんね。最低でも2泊されたりとか、長い方だと3泊4泊される方もいるかもしれませんが、そうなってくると、1日あたり3万8567円。このお金でかなり豪勢な食事ができますよね。かなりお得だということが分かったと思います。この方法は海外のホテルだけじゃなくて、日本のホテルにも応用ができるんですね。今度は試しに日本の値段の高いホテルとして有名なリッツ・カールトン東京で同じように検索してみたいと思います。まずは VPN を日本に設定
定して日本にいる方と同じような条件にしてみたいと思います。今日本になってますね。条件は先ほどと同じ12月1日から1泊2日大人2名1室でアゴダで調べたいと思います。日付はそのままでここだけちょっと変更しましょう。はい、出てきましたね。はい、日付一緒、最安値を検索をします。リッツカールトン東京、はい、朝食付きで無料 Wi-Fi、12万1220円でできましたね。お部屋の状況も少し覗いてみたいと思います。朝食代金は有料みたいですね。6000円。キャンセル前日までは無料。Wi-Fi がある。そして部屋のサイズは52平米。キングベッドが1台。写真も一応見ときましょうか。はい。こんな感じの写真ですね。やはりさっきとは違ってかなり都会ですね。はい、東京タワーもちらっと今見えましたね。こういったお部屋になります。これが12万1220円になります。はい、じゃあこれを覚えておいてインドネシアに設定していきたいと思います。はい、今インドネシアクリックして、はい、緑色になりました。これでインドネシアの IP アドレスから今つなげることができました。Firefox の画面に戻ってたら出てきました。日にちは一緒ですね。12月1日から2日、1泊2日、大人2名となっています。はい、検索します。はい、9万5000円で出てきましたね。一応お部屋が全く同じかどうか確認していきたいと思います。はい、さっきと同じですね。朝食代金6000円は有料。はい、この辺も前日までキャンセル無料一緒ですね。そしてキングベッド1台、一緒ですね。部屋のサイズも52平米です。全く同じお部屋ですね。一応写真も見ておきましょう。さっき見た写真とどうでしょうか。一緒ですね。はい。なので全く同じお部屋が安く借りることができるということがわかります。はい。こちらが9万5000円。さっきが12万1220円だったので、はい。こちらですね。12万1220円引く9万5000円は、差額がですね、2万6220円になりました。21% 引きになります。これはちょっと比率的にはかなり大きいですよね。これだったら、日本のホテルもお得に予約できますよね。特にいろんなね、格安の検索サイトとか、ポイントとか、GoTo トラベルとか、そっちの方が安いって場合あると思うんですけども、もし何もない期間の時は、こういった方法でも日本のホテルでも安くできます。今回は値段の違いがよくわかるように、ちょっとお値段の高いホテルで調べていますが、比較的お手頃のホテルでも値段が変わりますので、よかったら泊まってみたいホテルで試してみてください。今回僕は NordVPN という会社の VPN を利用しています。以前、他の会社の VPN を使っていたんですが、その会社は月額の値段が高いのに、VPN につなぐとネットが一気に遅くなったり、一度に VPN に接続できるのが PC、携帯どちらか1台のみと、かなり使いにくいものでした。こちらの NordVPN は最安で月々376円と、安いのにネットの通信速度もほぼ変わりません。また、一つのアカウントで6台の端末まで同時接続できますので、僕の PC と携帯、妻の PC と携帯すべて同時につないでも全く問題なく使えています。もう乗り換えて半年経ちますが、こちらの VPN にかなり満足しています。こちらの NordVPN については概要欄のリンクから申し込むと、今なら最大4ヶ月の無料特典がついてきますので、よかったらご活用ください。いかがでしょうか？どうせホテルに泊まるなら少しでもお得に泊まりたいですよね。安くなった分でホテルのビュッフェを利用したり、もう一泊延泊するのもありかもしれませんね。誰でも実質無料で試すことができますので、ぜひ自分が泊まってみたいホテルでどれだけお得になるか、興味のある方は一度お試しください。では、今日の動画は以上です。もし今回の動画が良かった、またためになったという方は、いいねボタンも押していただけると励みになります。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。